皆さんこんにちは、きつねです。今日は、Xiaomi の Redmi Note 9S についてお話ししていきたいと思います。こちらですね、Xiaomi の Redmi Note 9S です。こんな感じですね。私は白いものを使ってるんですけど、この Xiaomi Redmi Note 9S っていうのは2021年2月現在も、人気ランキングトップ10入りを果たしているような2万円台で買えるスマホになっています。価格 .com で見たところ、人気ランキング6位でしたね。で、7位には OPPO の Reno A が、入っていたんですけれども、それよりもちょっと人気が高い2万円台で買えるスマホの中では一番ランキングが高いスマホになっています。2020年の6月に登場したんですけど、未だ人気が衰えないということで、皆さんに大人気のスマホになっています。今日はこちらの端末の、スペックもそうなんですけど、使ってみたいいところとか悪いところっていうのもお話しできたらなというふうに思っています。ちなみに私が使っているのはビッグローブモバイルの 64GB の端末になっています。ではスペックですね。プロセッサーはスナップドラゴン720が搭載されていて、バッテリーは 5020mAh で、18W の有線急速充電に対応しています。で、ディスプレイは 6.67 インチのドットディスプレイ、カメラはこの、見てわかる通り4眼カメラですね。4800万画素の AI4 眼カメラが搭載されています。この4眼カメラの内訳っていうのが、4800万画素の超高解像度プライマリーカメラっていうのと、800万画素の超広角カメラ、それから500万画素のマクロカメラ、で200万画素の深度センサーということで、すごく寄っても撮ることができるし、あとは広角に撮ることもできる。それから、200万画素の深度センサーということで、綺麗にぼかしてボケみっていうのがある写真が撮れるようになっているということです。動画に関しても、4K30fps で、撮影可能というふうになっています。こちら、Redmi Note 9S の使ってみて、いい点ですね。こちら去年の11月ぐらいから使っているので、3ヶ月から4ヶ月ぐらい使っているんですけれども、まずいい点として挙げられるのは、もう圧倒的に電池持ちがいいっていうことですね。仕事中とかは私はそれほど自分のスマホを使わないので、下手するともう1日は余裕で持って充電しなくても普通に使っている分には2日ぐらいは余裕でいけてしまうということですね。すごく電池持ちがいいです。それから、側面の指紋認証ですね。指紋認証のセンサーがこちらについているんですけれども、これがすごくいいです。スマートフォンの種類によってはこういう画面のところに指紋センサーがついているやつもあると思うんですけど、この側面の指紋センサーって握っている状態でピッて触れるんですよね。ケースとかに入れててもそのままここ触れますし、いちいちこうやって人差し指とか親指とかをここに触らせなくても、握った状態でこのまま親指ピッて触るとロックが解除される。持ったままピッて触るとロックが解除される。これがすごく便利なところですね。私はコンビニとか支払いするときバーコード決済を使うんですけど、そういう時にももたもたせずにサクッと指紋認証をしてくれるので、支払いもスムーズにできるんですよね。あとはスマホ見たいなって思った時にパッて取って、いちいち持ち替えたりとかしなくてよくて、そのまま指をパッて触れるとすぐに開いてくれるっていうのが使いやすくてとてもいいですね。今裸で持ってるんですけど、背面が覆われるようなケースに入れて使っているので、ピクセルとかのこの後ろの指紋認証でもなく、表側の指紋認証でもなく、この側面にあるっていうのがすごく便利だなっていうふうに思います。指紋の認証の速度もすごい速いので、
とても気に入っています。もう一個いい点として挙げられるのは、写真がすごく綺麗に撮れるっていうところですね。そんなに写真にこだわりがあるわけではないので、別に撮れればいいなという私は感じなんですけれども、それでもやっぱり綺麗に撮れるか撮れないかっていうのって、見てわかるじゃないですか。綺麗な写真だなとか、自分が写真上手くなった気分になるなっていうのが、あると思うんですけど、シャオミは画質いまいちだなって思うことが本当にほぼなくて、勝手に綺麗な写真を撮ってくれるっていう感じのイメージなので、そこはすごくいいところだなっていうふうに思います。動画も 4K で撮ることができるんですけど、動画に関しても私はそこまで不満はないですね。うちに文鳥さんがいるので、文鳥さんの動画を撮ったりするんですけど、そういう時もピント合わないなとかっていうことを感じる時もそれほどなく、あとは一回ピントを合わせちゃえば、ここまでブレブレになって気持ち悪いみたいなこともないので、動画も普通に使う分には全然私はもう問題なく使えているなっていう感じです。あとはやっぱり画面が大きいっていうところですね。すごく画面が大きいので視認性が高いというか、見やすいですよね。画面いっぱいに表示されるので、何か記事を読んでいる時とかも見やすいですし、動画を見ている時とかも、フルで表示されるので、そこはすごく見やすくていいなっていうふうに思います。ただですね、ここが使いづらいなって思う点もあるので、ちょっとそこもお話をしていきます。ちょっと使いづらいなって思うこととしては、やっぱりさっき画面が大きく見やすいっていう話したんですけど、画面が大きい、本体が大きいっていうことで、ちょっと私の手には大きい、そしてやや重いっていうところが、使いにくさとしてはあります。ずっと持っているとちょっとずっしり手首に負担がかかる感じがあります。で、今本体何もつけてない状態で持っててもちょっと重いなって感じるんですけど、ここにさらにケースがついたりとかするとよりずっしり、手に負荷がかかる感じがあるので、それが若干しんどいなというふうに私は思います。男性とか手が大きい人とかだったらそんなにしんどいなって思うことはないのかもしれないんですけど、私ぐらいの手の人とか、女性とかはちょっと重いかなって感じるかもしれません。あとは、私はそんなに使わないんですけど、お財布携帯の機能がないんですね。フィリカがついていないので、スイカをスマホに入れていて、ピーって改札でタッチしたい人とか、そういう方はレドミノート 9S だとできないので、その点はちょっと不便かもしれないです。あとは防水対応じゃないっていうところですね。一応P2I 防水っていう風になっているよって書いてあるんですけど、その P2I 防水っていうのがなんだかよくわからなくてですね、新しいテクノロジーですよっていう風には書いてあるんですけど、水にポチャンってつけた時に中身まで水浸しにならないかっていうとそういうわけではない。水に多少濡れても、中の大事なところは守られるよっていう技術らしいんですけど、私はあまり理解が追いつかない感じの技術の内容でした。この P2I っていう技術を持っている会社のホームページとかも見たんですけど、なんだかいまいちようわからんっていう感じでした。一番私が使っててってちょっとストレスを感じるのがキーパッドの反応ですね。キーパッドの反応がちょっと自分が想定しているのと違う反応をするんですよね。例えばですね、今ここにキーパッドが出てますよね。で、このキーパッドでって打ちたい時ですね。このっていう字を打ちたい時にってやるとホーム画面にシュンって戻ってしまうんですよ。これがすごく使っていてってイライラしてしまうところなんですけれども、このの反応が、良すぎるのか悪いのかわかんないんですけど、結構シビアなんですよね。ホーム画面にこの辺からちょっとでも下にずれるとホーム画面に戻ろうとしてしまうっていうところが使いづらいところではあります。ただ、解消する方法っていうのもあって、ここの3つの点々ですね。これ
押してもらうと片手モードっていうのがあるんですね。で、この片手モードっていうのを使うと、ちょっとキーがちっちゃくなっちゃうんですけど、この辺真ん中ら辺に移動させて、ちょっとここのを打つところとこの一番下のエッジの部分の距離っていうのを離すことで、によってホーム画面に戻っちゃうっていうのを防ぐことはできます。ただやっぱもうちょっと大きいキーパッドで打ちたいなっていう気持ちもあるし、普通の大きさでキーパッドを使いたいんだけど、なぜか片手モードで使わなければいけないっていう謎の、一手間が加わるので、そこはちょっと使いづらいなっていうふうに思います。はい。それからホームランチャーですね。デフォルトのホームランチャーが若干使いづらいっていうのが最初の感想でした。デフォルトのホームランチャーだと、この下からこうやってアプリを表示させるっていうのが確か結構この辺からこう上に持ってこないとできなかったのと、上の設定の表示がですね、今真ん中ら辺からこうやってやるとヒュッて出てくるんですけど、上からちゃんとこうやって下ろしてこないとこの設定の画面が表示されなかったんですね。なのでちょっと使いづらいなっていう風に、もうここにただでさえ画面が大きいのに、こう設定をいじろうと思ったら一番上まで指を持っててこうやって出してこなきゃいけなかったので、そこがすごく使いづらいなっていう風に思っていました。ただホームランチャーのアプリを変更してみたところ、その一番上からこう引っ張ってこなきゃいけないっていうストレスは解消されました。私はこの Redmi Note 9S の前は、Google の Pixel 3を使ってたんですけど、Pixel ってなんかデフォルトでこの辺から引っ張るとこの設定の画面が出てきてたんですよね。で、それに慣れていたので、そのホームランチャーを変えたことによってこの辺からヒュッて出せる、なんか本当に些細なことなんですけど、こういうところがすごくいいなっていう風に思いました。なのでデフォルトのホームランチャーだとちょっと使いづらいんですけど、そこはカスタマイズすることによってちゃんと使いやすい状態にすることができます。ちなみに私が使っているホームランチャーはルートレースランチャーっていうランチャーなんですけれども、こちらにしたら、結構こう思ったように使うことができているので、すごくおすすめです。はい、ということで今日は、Xiaomi の Redmi Note 9S について3ヶ月ほど使った感想ですね、いい点と悪い点お話しさせていただきました。もちろん使いづらいなって思う点もあるんですけれども、このスペックでこの使い心地で2万円台っていうのがすごくやっぱりコスパがいいなっていうふうに思っていて、いい点で話す大事なところを忘れちゃってたんですけど、デュアルシムスロットなので2枚 SIM が使えるんですよね。で、そうすると、今私はビッグローブモバイルを契約しつつ、楽天も契約して2枚挿した状態にしてるんですけれど、楽天の方はデータが使い放題なのでデータ量気にせず使うことができる、安心感としてビッグローブモバイルの方も契約をしているっていう形なんですけれども、このコストパフォーマンスの良さっていうのはものすごくやっぱり他のスマホにはないいい点なのかなっていうふうに思います。すごくお世話になっている端末なので今後もきっと使い続けると思うんですけれども、Redmi Note 9T っていう新しい端末が出てくるので、そちらもちょっと気になっています。Redmi Note 9T はソフトバンク1000倍なので、ソフトバンクからじゃないと買えないんですけれども、ソフトバンクの回線契約がなくても端末だけ買えるっていうことだったので、端末だけ買ってみようとしているところです。Redmi Note 9S もちろん気に入って使ってるんですけれども、Redmi Note 9T が、購入できた時、Redmi Note 9S と、比較しながらちょっとどんな風に使い心地違うのかなっていうところもお話しして今後いけたらいいなという風に思っています。はい、それでは、今日も最後まで
動画見ていただいてありがとうございました。この動画良かったよという方は高評価ぜひお願いします。またチャンネル登録もお願いします。とっても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。